食べ物は心に大きな影響を与えるそうです。今日はその話をしてみましょう。こんにちは。マハリス総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正也です。今日は食べ物の影響についてお話をします。この超越瞑想の本では158ページですね。電子書籍版ですと第3部生きる技術の第2章存在の技術の中の食べ物の影響のあたりです。この本の特徴としてはあまり具体的な事例は取り上げていません。全体的には抽象的な内容が多くあります。大きな括りで取り扱っています。今回は食べ物の影響ということで、結論から言うと、良い食べ物っていうのは心に良い影響を与えるということです。すでにそう思っている方もいらっしゃると思います。それとですね、もしあなたが食べ物に関する知識についてもっと具体的なものを知りたいっていう場合には、そのような知識も提供しております。先に少しお伝えしますが、それはマハリシ・アーユルヴェーダというものです。アーユルヴェーダはここ数年で取り入れる方も増えてきましたが、基本的にはインドから来た知識です。インドは政府として世界に広めているもので、WHO 世界保健機関でも認められています。日本に昔からある健康法もアーユルヴェーダと重なる部分が多いので結構興味深いです。今日の動画は食べ物の影響になりますが、食べ物の知識についてはアーユルヴェーダの中でも多く解説されています。例えばなんですけども、疲れた時には油を含んだ温かい食事がいいとか、甘いもの、酸っぱいもの、しょっぱいものが良いというような基本的なお話。そして具体的にはそのように疲れている時にはお米とかアスパラガス、乳製品なんかですね。香辛料ですとクミン、ジンジャー、シナモン、カルダモンですね。果物ですと例えばブドウ、マンゴー、パイナップル、バナナとかメロンですね。そのようなものになります。逆に疲れている時に避けた方が良いものはどちらかというと軽くて乾燥したものや冷たい食事や飲み物ですね。食べ物で言えばトウモロコシ、そば、かぼちゃ、キャベツ、じゃがいもなどいろいろとあります。絶対に食べてはいけないとかそういうことはありませんし、逆にそれらを食べたからすぐに疲れが取れるということもありません。どちらかというと食べていて心地よいとか、食べ終わった後に心がほっとするような感じですね。実はこれもまた食べ物が心に影響するということでもあります。ちなみにマハリシ・アーユルヴェーダっていうのは食べ物の話だけではありません。アーユルヴェーダは生命の科学という意味で、例えば早起きがいいとか、日中の過ごし方とか、夜はあまり食べない方がいいとか、あるいは体の毒素を排出する話や食事の仕方など、健康を維持するための全体的な知識の話です。マハリシ総合教育研究所ではマハリシ・アーユルヴェーダの勉強会なども行っておりますので、ぜひ参加していただければと思います。さて、それでは本題に戻りましょう。食べ物の影響の話です。あなたが何かを食べたり飲んだりすると、それはどうなるでしょう。まずは口に入って、そこから胃へと送られてというふうに消化する過程を経て排出されますね。そして内臓がうまく機能して血液へ吸収されると思うんですけれども、すいません、全くの専門外なのでその辺はよくわかりません。この超越瞑想の本の中に書かれている話ですと、食べたり飲んだりするものは全て血液中に吸収されて巡回して、それによって神経系が養われるということです。
それはなんとなくわかりますよね。私もそんな感じです。つまり食べたもので体が作られるというのはあなたもご存知だと思いますが、それによって体の神経系も作られるために心への影響があるということになります。そして食べ物に関してはさらに大切なことがあります。ここからは科学的なエビデンスっていうものはないんですけれども、なんとなくそういう気もするなという方もいらっしゃると思います。それはですね、私たちが食事をするときに、その食事がどのように作られたかということなんです。その材料はどこで手に入れたのか、正当な手段で手に入れたのか、なんかどっかから盗んできた素材とか、誰かから無理やり奪ってきたものを食べるっていうのはちょっと気が引けますよね。でそれよりも気持ちよく食べるためには、例えば野菜を作る人が丁寧に真心を込めて育てたものを適正な代金を払っていいものを作っていただいてありがとうと言って買ってきたとします。調理してしまうとわからないんですけれども、そういう心が温かくなるようなルートで入手した食材は、食べている時も食べた後も気持ちがいいですよね。また調理する時にも、誰かの良くない話をしたりとか、なんか怒っていて調理に気持ちが入っていない人が作ったようなものよりも、やはり心を込めて調理したものを食べた方が気持ちがいいと思います。味だけ見ればプロが雑に作ったものの方が、心を込めた素人さんのものよりも美味しいかもしれませんが、食べる人の気持ちを考えると丁寧に作られたものの方が食べるときに心は満たされると思います。プロの方は雑に作るとしても気持ちはこもっていそうですけどね。それでですね、それと同時にあなた自身もまた食べるときには穏やかな気持ちで食べた方が体にとってはいいということがあります。良い素材を丁寧に作ったものを提供されても、食べるときに気持ちが焦っていたり、なんか怒っていたり、なんか他のことを考えながら食べたりしているとですね、それはあんまり体に良い影響がないと言われています。もしかするとそういう研究データっていうのが世の中に存在しているかもしれませんが、経験的にはそのように感じます。せっかくの美味しい料理も文句を言いながら食べたら台無しっていう感じはありますよね。そう考えると食べる時の雰囲気っていうものもまた大事になってきます。地下鉄の通路でみんなが歩いてる中で立ち止まってパンを食べたりしても落ち着かないですよね。慣れてしまえばどこでも食べることはできると思いますけど、いずれにしても少し緊張しながら食べるとなんとなく落ち着かなくって味がよくわからなかったり、なんとなく満足感が得られないという経験はあると思います。やはりゆったりと落ち着いた雰囲気でリラックスして食べ物を味わって食べるっていうと、心が満たされると思います。テレビを見ながら食事をしてなんだか食べた気がしないと言ってさらに食べてしまう人もいるかもしれませんが、それは体の満足というよりも心の満足が足りないということもあるのでしょうか。落ち着いてゆっくり味わって食べると少量でも満足しますよね。そしてですね、この本では食事の前に感謝の祈りを口に出すことも勧めています。食べ物を食べることができるという感謝の思いを神様に伝えてから食べると、心も身もですね、とても良い状態になって食べ物の恩恵を十分に受けられるのではないでしょうか。食べ物だけではなくて空気、この空気もまた体に影響を与えます。汚れた空気を吸うと神経系が鈍くなると言われています。この本には書かれていないんですけれども、体に対して毒素があるのでその影響があるかもしれませんし、体の防御反応で全ていろんなものを受け入れなくなってしまっている状態かもしれません。いずれにせよ
心は思考の過程の深いレベルを極めることができなくなり、瞑想の効果が少なくなるということです。そして私の動画の中でよく出てくる存在っていうものの心への本質への注入も遅れると言われています。それなので食べ物や空気の選択に注意を払うことはとても重要です。当然ですが飲み物も含まれます。食べ物や飲み物については良いものを食べたり飲んだりしている人も結構最近では増えてきていますので、そういう方はぜひそれを継続していただければと思います。またもしあなたがあまり良い食べ物を食べていないっていう場合には、徐々にできるところから無理のない範囲でやってみていただければと思います。今すぐ何もかも変えるっていうのは難しいですし、後で反動も出てしまいます。一番おすすめなのは超越瞑想を行うことです。気持ちも落ち着き、食事についても自然に良い習慣へと進んでいくと思います。これについては個人差もありますし、食べ物の好みや生活習慣もあります。他の人と比べずに自分自身が快適な状態でお過ごしいただければと思います。今日のお話はここまでです。超越瞑想をまだ学ばれていない方は、ぜひお近くの瞑想センターにお問い合わせをするか、ウェブから超越瞑想の説明会にお申し込みをいただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。